クレッサですね。平成13年式と車庫調はトムスのアドボックス BBS のサイズは控えめ17インチ。もうお客さんいらっしゃってパッと見た瞬間に、いやこれはめちゃめちゃ綺麗ですね。だいぶお金をかけてやったらいいんじゃないですか。ジェルシン君こんにちは。今日も4月の21日。はい。お、飛行機がすごくない？うちはもう見ての通り横田基地のすぐそばなんで、こんなのは日常茶飯事です。はい。じゃあやっていきましょう。改めまして、はい、今日はこの3台中の中の、第3弾の動画になります。はい、真ん中にあるクレッサですね。はい。はい、クレッサを扱うのはうちでも今回初めてかな。っていう形で、この3台ともお客さんから直接いただいた車なんだけれども、はい、これも、買い取りで、いただいた車になって、はい、昨日入庫したてのほやほやの車という形でございます。はい、車の内容をお伝えすると、平成13年式、はい、西暦でいうと2001年の3月登録の、後期型になりますね。グレードがルラン G です。唯一クレスタの中で 1JZGTE のターボエンジンを積んでいるグレードという形になります。はい、で、走行距離がなんと82,500キロで、しかも、ワンオーナー車、結構ご年配の方が乗られてらっしゃって、はい、もう新車から買ってずっと乗って、はい、ずっとトヨタで点検してた車という形で、もうそれだけで程度がいいよね。そうですよね。そうで、しかもこの近くのエリアのお客さん、いや東京都内のエリアのお客さんなので、はい、やっぱり雪国とか地方と違って錆の影響とかもそんなに受けてないので、はい、コンディションはかなりいい車じゃないかなと思います。はい、ただ残念ながら、後ろだけ修復歴がありと、はい、そこだけちょっともったいないんですけどっていう感じのを先にお伝えしておきましょう。100系といえばマーク2とチェイサーですよね。はい、マーク2チェイサーの2台とクレスタの大きな違いはここなんですよ。ここってどこって話なんですけど、はい、セダンなんですよ。マーク2とかチェイサーはクーペ。俺のインスタのヨッシー56に、いやヨッシー56っていうコーナーを作って、はい、もう君のそういうちょっとおかしな発言全部ね記録してあるからハードトップって言うんですよ。はい、要はドアがさここまでしかないじゃん、はい、マーク2とかチェイサーって。で上に、ウィンドウガラスがこう上がってくるのを、ハードトップって言います。はい、でセダンの場合はこういう上までこうちゃんとフレームがついてて、こういうドアのタイプの車をセダンと言います。はい、セダンの方が、合成はやっぱりいいんじゃないかな。はい、重さは重くなるんだろうな。ちょっと車重正確に見たことないけどっていうのがあって、この100系の中で唯一の、フォードはセダンですね。はい、フォードはハードトップじゃなくてセダンがクレスタという形になります。はい、あとクレスタがマーク2チェイサーと大きな違いなのはマニュアル車も設定ないんですよこの車。唯一 1JZ のターボエンジンは積んでるグレードはあるものの、トランスミッションはオートマしか設定がない車なので、はい、みんなマニュアルで乗ってる人たちは全部乗せ替えですね。なるほど。でもやっぱり同じ100系でパーツは当然ながら共通なものがたくさんあるので、はい、乗せ替えやってくれるところはたくさんあって、はい、やったことがある人はやったことがあると思うんですよね。ショップもたくさんあると思うし、はい、っていう形の、車でございます。はい、マーク2チェイサークレスタの中でいうと多分一番おじさんっぽいのがクレスタかな、俺の印象だと。漫画とかでもさ GTO って漫画あったじゃん、はい、あそこの、教頭先生だったかながクレスタ乗っててさ毎回ぶっ壊されたりしてたけどさ、なんかああいうおじさんがでもすごく大事に乗ってるセダンみたいな、なんかそういうイメージがあって。この元オーナーさんも、それなりのご年配の方で、はい、すごく大事に乗られてたんですけれども、でも元オーナーさんですね、結構車もお好きな方なんだけれども、トヨタの担当の人も多分結構車好きだったと思うんだよね。はい、なんかねおすすめのパーツで紹介されて、はい、結構いろいろつけられたらしいです。だからこれ多分ねクスコのねスタビライザーかなもう入ってるんだけれども、はい、それとか新車ワンオーナーじゃん。はい、だからお客さんがそれを入れてるの知ってるはずじゃん、はい、言い方変だけどさ、はい、自分で選んでつけたパーツだったら、はい、でもこれあれですね、アームもとかも書いてあるんですかみたいな話した時に、いやちょっと全然わからないみたいなっていう感じでした。はい、でもすごくセンスが良くて大人の本当車っていう感じですね。ちょっとさやっぱあっちのマーク2と比べるとさすごく落ち着いている感があるじゃないですか。そうです。で色もねパールホワイトでさ高級感もあるしね、はい、ソーラもパールなんだけどね同じ
パールホワイトでもこっちの方がちょっとクリームがかってて高級感があっていいんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあですね、社外品の、説明していくと、まずは、エアロ。これね、ごめん、まだねメーカー調べてないんだ。でお客さんもメーカーちょっと分からなかったかな。まあいずれにしても車外ですね、純正じゃなくて、車外のフロントサイドリアの、エアロがついていますと。で、車庫帳はトムスのアドボックス、高いですよこれ買うと。まあやっぱりそれもトヨタで入れたからさ、それが入ってて、で、アルミホイルは BBS のサイズは控えめ17インチ、タイヤはブリヂストンですね。やっぱり高いタイヤなんですけど、ちょっとまあやっぱ劣化がね、年数はでも18年か、2018年だからちょっと古いかな。山はあるけどちょっと古めなので、まあ気になる人は交換してもいいんじゃないかなとは思いますね。フロントが21545、リアが23545の17インチという形になっております。はい、であとはマフラーは RSR ですね。レグ06の方かな。マフラー音は後ほど聞いていただきますけれども、まあそんなに音はうるさくはない。この3台の中だと一番静かじゃないかなと思います。でしかもインナーサイレンサーもあるので、もしそれでもうるさいっていう人はそれつけてもらえれば、まあ、さらに静かにっていう感じです。外装はもう本当にこれぐらいな形で、本当に大人仕様で、内装に関してはレカロが2脚左右とも変えてるっていうのがまたいいですよね。お客さん特に走りとかさ、そういうのためにこのシートに変えたわけではなく、まあとにもかくにも乗り心地、シートのフィット感、まあ絶妙な感じですね。ということでこれを選んで、まあ、これで車検もずっと取ってきたので、シートレールもレカロなんだけどね、問題なしという形です。あとはナビゲーションがカロッツェリアのナビが入っているぐらいかな。こんな感じでございます。これ昨日入ってきたって言ったでしょ。でさっきヨッシーと一緒にさ、外を軽く洗車しただけで、内装一切何も手入れてなくてこの綺麗さだからね。相当綺麗です。すごく綺麗で、こういうさ色ハゲが出がちなさ、多分100系乗りの方はもうこれだけで、ああいいな、手どいなって思ってくれるんじゃないかなと思いますけど、カーボン調のパネルなんかも色ハゲ色あせなくて、まあハンドルのここぐらいかな唯一、でダッシュボードの浮きに関してもほとんど出てないので、かなり内外装コンディションは良好な車じゃないでしょうか。で次エンジンルーム。エンジンルームも、社外品特に交換しているものはなくて、フルノーマルので、先ほど申しましたように入ってきたばかりですから、僕はこの車特にエンジンルームに関しては雑巾がけすらしてないので、それでこの状態で、やっぱり100系よく買う人注意してほしいのはこの上のねタペットカバーパッキンとかオイル漏れとかよく出るんですけれども、まあ、そこら辺も、出てなくて、綺麗ですよね綺麗ですよねっていう感じです。でうちに関しては、まあ、ここからさらにもう一回クリーニングしてもうちょっと綺麗にしたりとかするので、さらにもうちょっと綺麗になるんじゃないかなと思います。タイミングベルトも交換ですね。去年の2月1年前ぐらいかで7万9000キロなんで、しっかりメンテナンスもやってあるという感じです。メンテナンス履歴に関してはちょっと後で説明するんですけれども、結構さ買った当初はさ、もちろんみんなメンテナンスするじゃないですか。年数が経つにつれて愛情が薄れるにつれてどんどんやっぱそれがなくなってくる人もいて、最後の方あんまりお金かけないで車検取るだけとか、という人も結構いるのもまたこれ現実なんですけど、この車後で説明しますけど、めちゃめちゃちゃんとお金かけて整備してある、しかも直近までやってあるので、これから買う人はとてもいいコンディションで、しかも整備された状態で買うことができるので、すごくおすすめです。って感じですね。じゃあ、外装の傷と、あと修復歴ですね。ここちょっとご説明させてもらいます。外装の傷はね、まあ、特段フロント周りは目立つものはないかな。まあ小傷はちょっと拾ってないんであれですけど、多分一番目立つのはこれとこれなんですよ。
はい、お客さんこれ東日だったかな、忘れちゃったけど、その車を止めてるスペースがさ、ちょうど片側から日が強く当たる場所でこちらだけ色あせが出ちゃったと。本当は半年に1回ぐらいこう交互で止めてあげればよかったなってお客さん言ってたんだけど、でこれに関してはさっきね説明したようにバキ屋さんちょっといっぱいなんだけど、はい、タイミング見てうちでこれ直そうかなっていうふうに思ってます。こんだけ綺麗だからさ、これもったいないからさ、っていう感じです。はい、ちなみにフェンダーは爪ありで、はい、降りないんで、リアバンパーも綺麗ですね。あとはドアモールか、ここちょんちょんちょんって傷があるのと、はい、ここにこれぐらい、もうこういうのはしょうがないねっていう感じです。はい、以上です。全然綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗でしょ。はい、うん。で、修復歴の部分説明するんで、ちょっとトランク開けるんですけど、はい、お客さんはね、後ろからちょっとやられてしまったようでして、はい、こんな感じ。まあこれちょっと見て分かんないかな。ここのバックパネル、はい、これ見て多分業者さんじゃないと分かんないと思うんだけど、ここのバックパネル側を交換してあって、はい、溶接打ち直ししてあって、はい、でこのリアのフロアの部分、上はちょっと分かんないけど下から潜ると分かるんだけど、こっち側かな、色がちょっと入ってるんで、はい、こっちのパネル側は交換してもギリギリ修復歴じゃないんだけど、こっち側に手が入ると修復歴ありになるので、はい、この車は修復歴ありという感じになります。はい、まあでも錆とかないんでね、綺麗ですし、後ろだし走行問題ないし、お客さんもずっとこれで乗ってたので、はい、全然問題ないという感じですね。はい、あと100系はよくここ左側、ここねよくね水溜まって錆びるんですよ。この裏にエア抜きのエアベントっていうのかな、はい、あれがあって、それが壊れるとっていうか劣化すると、はい、蓋の開閉がうまくいかなくなると、ここから全部洗車した水がここに溜まってサビサビになるんですけど、はい、まあこれそれもないので、はい、綺麗な車じゃないかなと思います。下から見るとね、わかるかな、ここ映る？要はここら辺、はい、色がこう吹かれてるじゃん。はい、まあまあ継ぎ目だからねっていうのはあるんだけど、はい、うん、まあてなわけで、はい、修復歴ありにしてます。はい、でさっき言ったようにインナーサイレンサーキット、ロックナット、はい、ボルト、こんなのもついてます。はい、はい、っていう形でございます。あ、今気づいた。ちょっとここら辺に薄い線傷がある。映らない。まあ磨けば映んないかでですね、ちょっとこっからは個人情報が若干絡んじゃうのでカメラには映せないんですが読み上げますね。はい、点検はさっき言ったようにこんな感じ。まあここまででさちょっと止まっちゃってるけどさ、実際はこれから以降もあるんだけど、はい、まあずっとトヨタで点検をやられてきた車という形で、直近のでいうと、令和3年9月だから1年半前ぐらいですかの点検でですね、まずラジエーターホース交換してあります、はい、ターボウォーターホース、サーモスタット、ウォーターバイパスホース、ラジエーターホース1、2もろもろ変えてあって、で、まあ、冷却水とかも交換してあって、あとヘッドランプのスイッチこれも壊れちゃったりとか、あと、運転席のパワーウィンドウスイッチかな、はい、これもよく100系壊れるんですけど、はい、これも交換してあってっていう感じで、なんか気になったらすぐ交換してあるという感じで、はい、結構そのまま行っちゃう、ギリギリで行ける人ってそのまま行くじゃん。はい、だからうちに入ってくる車もさ、パワーウィンドウ1回開けちゃったらもう上がんない車とかあるのよ、たまに。でスイッチカチャカチャってこううまく調整すると、あ、上がったみたいなっていうのもあるんですよね。だからうちも100系のこのパワーウィンドウスイッチは今在庫で5個ぐらいは常時在庫してて、やっぱダメなやつはもうすぐ変えちゃうんだけどっていう感じですね。そうで、令和4年の2月、だから1年半前ぐらいで、オルタネーターも交換してますね。はい、オルタネーターリビルト品交換96,250円。高くない？結構高いよね。はい、あれリビルトってこんなするのかな。ちなみに僕の GTR のオルタネーターこの間1年経ってないかな、壊れて2万ぐらいだったからね、部品代。まあ高いの安いのあるんだろうけど、はい、まあ、ちょっと高いよね。AC デルコバッテリー 60D23L21,340 円。このサイズの AC デルコでこの値段なんだ。まあやっぱディーラーさんですから、はい、もうこれだけで13万6,000円使っちゃってるからね。で次、まあそれと同じぐらいの時期かな、車検整備、車検か、だからこれは前回の車検ですね。去年の2月に整備しましたトヨタで、
金額の総額だけ言うと36万6千円です。結構お金かけてやってます、クーラント効果で、あれか、カムシャフトオイルシール、さっきエンジンヘッドカバーよくオイルにじむって言ってたじゃん、あそこはそのタイミングだから前回の車検の時に変えてありますね。クランクシャフトのオイルシールも変えてあります、パワーステギアボックスも変えてるのか。リビルト7万7千円、高いですね。お金かけてますねまああとはエンジンオイルエレメントぐらいか。だから前回の車検のタイミングで、まあ、パワーステのラックとオイルカムシャフト、とクランクシャフトのオイルシール、交換して、整備してあるという感じですね、そうで、ごめんなさい、追加ですね。で前回の車検の時に、まあそこら辺開けてあるので、タイミングベルト、テンショナー、あとウォーターポンプ、ここら辺も全部変えてあります。タイロッドエンドも変えてあります。ああいいね。プラグも書いてあるね、だからあれだね、結構出がちなところ、気にしがちなところ、まあ、さっき言ったように、まあ、オイル漏れ、パースラック、タイミングベルト、ウォーターポンプ、まあ、プラグなんかねあれだけど、そこら辺は前回の車検でだいぶお金をかけてやってあるのでいいんじゃないですかそれはだいぶありがたい。だいぶいいよね。おすすめです。こういう車っていいよねっていう感じです、やっぱり古い車なんで。一方で、さっき言ったようにオークション会場の話をすると、もうそもそもその段階で誰が乗ってるか分かんないじゃん、まあしょうがないんだけどね、で、まあ、それ自体が悪いっては別に言わないんだけれども、やっぱり最近ありがちなのは流行ってるので、結構その昔でずっと寝てた車、もう埃かぶってほったらかしの車をポンと出してきて、適当なエアロをちょっとつけて、外装をオールペンしてで、出てくる車もぶっちゃけあるんですよ。で調べると車検が6年切れてますとか8年切れてますとか、っていう車とかもあるんですよ。やっぱそういう車と比較するとさ、まあ、やっぱり寝てる分走行距離少ない車とかもたまにあるんですけど、まあ、やっぱそういった寝てた車とやっぱこうやってちゃんと活動して生きてて、でオーナーさんの愛情があってちゃんとメンテナンスされて、でしかもちゃんとその愛情のままのこの綺麗さっていうのは、同じ年式同じ走行距離でも全然価値が違うと僕は思ってるんですよね。でそれでいうとこれは本当に価値がある車じゃないかなと思います。これでもお客さんあれだから、うち YouTube 見て電話もらってさ、でクレスタ買い取りとかやってますかって言うから、もちろんやってますよって話させてもらって、でまあ大体相場これぐらいですよってお伝えした時に、いやまあそうは言っても傷もありますし、古い車ですし事故歴もあるので実際見てもらってっていう話をされたのよ。だそれ聞いた時に、いやどっちだろうみたいな、もしかしたらめちゃめちゃボコボコなのかなとかって思ったんだけど、もうお客さんいらっしゃってパッて見た瞬間に、いやこれはめちゃめちゃ綺麗だみたいなそっち側ねっていうお客さんが思ってるよりも、いや僕らの常識から言うとこれものすごい綺麗ですからっていう、下回りも見てなかったよね、下回りもちょっと見てもらうと、ほらこんな感じよ。まあ定番で言うならあそこのブッシュっていうかあれ変えたいかな。まあでもそんぐらいかな、やるのは。タイヤの山もありますし、綺麗でしょ。全然綺麗ですね。という感じの車でございます。なかなかこれと同じのはね仕入れられないよ。じゃあエンジンかけてみましょうか。いきますよ。まあ当たり前ですけどアイドリング安定です、当たり前ですけど全部動きます。スピーカーも変えてあるのかな。バックカメラはないか。バックカメラはないですね。まあ音質もね上品で、これぐらいの音量だったらいいじゃないですか。ここちょっとやれてるかな、ミラーね。こんぐらいじゃない。文句のつけどころがあるとすると、でも文句つけどころないよ本当に。後期なのでこういうちょっとスポーティーな3本スポークのハンドルになりますし、オレンジ色のメーターになるという感じですね。じゃあちょっとマフラー吹かしてみましょうか。ちょっと煙出るでしょ。ちょっと多分全然回してなかったんだと思うじゃあちょっと一周回っていきましょう。お願いします。
こんな感じですね。はい。まあまだちゃんと試乗とかはしてないので、はい、ダメなところがあればうちの方で修理してから店頭に出したりとかするんですけれども、はい、まあ多分ないかな、ダメなところはい、っていう感じです。で、値段に関してはまだこれからちゃんと調べてから出すような感じになるんですけれども、はい、本当に数少なくて、俺さっきやっぱカーセンサー見て調べたのよ、はい、カーセンサー上ね5台しかない。でグーネットだと10台ちょっと出てきたかな。でも結局みんな乗せ替えでいじっちゃったりとか、はい、結構改造されちゃってる車が多くて、はい、だいたい近しい距離で1台だけねあったの。ちょっとどことは言わないんだけど、それで売ってた値段が298万円でした、はい、でそれ以外に関してはマニュアル乗せ替えってなんか20万キロ走ってて200万後半とか、まあ、高いものだと300万400万500万とか、はい、っていうのもあったりとかしてて、ちょっと相場がぐちゃぐちゃなので、まあやっぱ数がないんでねしょうがないんだけど、っていうのがあります。まあイメージ的にはどうだろうな。でもここで言っちゃうとさ、それ以上やった時にさ、はい、おお高えじゃんって言われちゃうよねでも僕の出したい気持ちとしては、まあ、250から60ぐらいで出せればいいかなって感じ。高いかな。でもそれだとまあでも修復歴あるからもうちょっと安くてもいいのかな。でもリアだからあんまり関係ないからなっていう風なこんな悩みがあります。あとはちょっとホームページ見てもらってからはい、っていう感じです。はい、はい、皆さんいくらだと思いますかって聞いちゃうとさ、多分いや100万円がいい50万円がいいとかっていう話になっちゃうと思うのでそういうクエスチョンはしないんですけどっていう感じでございました。はい、はい、じゃあですね、まあ、今日はここまでで、はい、改めて、まあ、今日はちょっとこの3台をちょっと引きで3台 1JZGTE ターボエンジン搭載の車3台をご紹介させてもらって、まあ、第1弾ソアラ、第2弾マーク2、第3弾クレスタっていう形で、紹介させてもらいました。はい、もしこの動画から見た人は、全米後編見てもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、はい、で多分ホームページ、リンクのホームページとか飛んでもらえれば値段も詳細も含めて動画では伝えきれない注意点であったりとか、っていうのもあると思うので、そこを見てもらえばと思いますし、はい、全部ね買い取りで入ってるっていう通り、うちは買い取りもやってますので、はい、ご相談あれば言ってもらえればと思います。じゃあ本日ここまででご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いします。マフラー音の聞き比べ5台まとめて、まあ、チェイサー、クレスタ、チェイサー、ソアラ 1J、マーク2も 1J と、トラウムの、タイプ S かな、ノーマルのチェイサー聞いてみましょう。はい